はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回3ヶ月分の星の動きとタロットリーディングさせていただいたんですが、その大きな流れの中のこの2週間はどうかっていうことで焦点を絞って見ていくことで、皆さん現実に落とし込みやすくなるんじゃないかと思います。それからちょっと最近告知ばっかりで申し訳ないんですけど、カペラノートがですね、今予約受付中です。これは2024年の星の動きを12ヶ月分ギュギュッと詰め込んで書いてありますので、皆さんのスケジュール予定を立てる時に参考にしていただける、手帳みたいなものになります。そして10月20日までにご予約いただいた方の中から抽選で4名様に私のミニ鑑定をプレゼントさせていただきますので、こうノートをお届けする時に一緒に当たりが入っていたら当たりです。それぞれにね時間を決めて鑑定させていただければと思います。では行きましょう。10月後半のタロットリーディングです。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップ9逆、ペンタクルスエース、カップクイーン、女帝逆、カップ8逆、ワンド4、ペンタクルス4逆。気をつけることや対策はワンド8の逆と吊るし人とオラクルは、ペンタクルス3です。10月15日の日食っていうのはその見えないところからの愛を感じられるかっていうのがテーマでしたよね。そしてこれは別に愛というのはすごく象徴なんですけども、例えば株とか保険とか日常あんまり関係ないことなんだけど、自分が積み立ててきたもの日常生活の思考の積み立てとかですね、言動の積み立てとして何かが返ってくるよっていう、それを引き寄せられるよっていう時でもありますし、その具体的にはね、そういった借り入れができるとか、そういう積み立てたもの何かを引き出せるとかで、それがいわゆる宇宙貯金みたいな何か積み立てた言動行動の徳がやってくるよっていうふうにも言えますし、スピリチュアルなね才能が開くというか、そういうのつながりやすくなるっていうのもあるんですね。でなので何を、この15日に、意図していただくかっていうことなんですけども、ぜひ私がちょっと混ぜてる時に思ったのは、自分がこれまで経験してきたこと全てを豊かなことだと捉えて味わってほしいって感じがしたんです。いろんなことを含めて、あんなこともあったな、こんなこともあったなって、これが自分の人生だなみたいなことを改めて見てみることで、より一層その自分がやってきたことを生きてきた証として何かがちゃんと受け取れるんじゃないかなと思ったんですね。なので少し思いを巡らせて、ノスタルジーな感じっていうか、喜びをねかみしめてほしいなっていう感じがしたんです。もしかしたら中には、いや昔のこと思い出したくないですっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、何の目的のためにそれをするかっていうと、要するに自分が今何か見えないものに守られているとか、今エネルギーが届いているとか、応援が来ているっていうことを感じるために、そういった落ち着いた安心感のある状況に、体調に自分を持っていってくださいねっていう感じがしたんです。そしてこのカードで言われているこの2週間のテーマっていうのは、非常にやはり協力関係がいいなって感じがしますね。協力関係がいい、人とのつながりもそうだし、友達とのつながり、会社とのつながりが、仕事関連も全て含め、人とのつながりがとてもいいです。そして学びがとてもいい形で進んでいきそうな気がします。自分がわからないっていうことを誰かが教えてくれたり、誰かがわからないことを自分が手助けしてあげることでまた何かが生まれたりということで、すごくいい形で広がっていくなっていう感じがあります。そしてその中でやはりしっかりと自分が何を手にするのかっていうのをね感じてみてほしいんですね。私は愛が欲しいでもいいし、今現実的にビジネスを運営していくためにお金が必要だと思ったらお金を手にするとかでもいいし、信頼をね勝ち得るんだでもいいし、何か自分が必要だと思うことをしっかりと意図することでそれは入ってきますっていうふうに言われてます。でもこの2週間の中だけじゃなくてですよ、ここで意図することで後々入ってくるっていう形なので、それはすごく手にできる感じがあるんです。でそれを一人でというよりは、誰かとの協力だったりとかいい刺激をもらって
決めていくんだなって感じがします。で、ぜひやっぱりね、足りないものというよりは、今あるもの、今ある幸せの方に目を向けて、無理やりでもね、そうやって見ていただくと、さらに受け取りやすくなるし、さらに自分の感性が開いていろんなアイデアが湧いたりとか、次の道が見えてくるっていうのがあるので、まず豊かな気持ちで、できるだけ豊かな気持ちでいてくださいって思います。で、すでにもう魚座の皆さん、そういう独自のね、独特な感性で、きっとこういう意味なんだろうなとか、きっとこうなるんじゃないかなっていう、そういうアンテナっていうのはすごくいい形で育っていて、ちゃんと受け取れてますよっていうふうに言われてます。そしてここから、10月の24日からですね、またちょっと水面から顔を出すみたいな形で意識が上がってくるんですけども、非常になんかも細かいことに気持ちをとらわれずに、本当の自分で生きていこうみたいな、なんかそういう感じがあるんですよね。で、今この動画をご覧いただいている時というか、10月の中旬は本当にできるだけ豊かな感覚でいてほしいです。多少それがちょっと贅沢であったとしても、ちょっと自分に優しすぎるかな、甘すぎるかなと思ったとしても、それは OK っていう感じがします。で、そこから本当のゆったりとたっぷりと自分の感性を喜ばせたら、無理して続けなきゃいけないことも外れていったりとか、抱え込んでいたものも少しずつ外れていって、本物だけが残る。そして本当にいい関係を作っていけるっていう感じで言われてます。これはお仕事でもパートナーでも、自分の心の中の状態としても、誰かだけをひいきするとかではなく、本当にいろんな人が愛おしく感じたりとかね、そういうのもありまして、とてもいい感じです。で、その後にペンタクルの4の逆っていうのがあるので、多少ねちょっとお金をかけて、何かをしたくなるのかなって感じがしました。勉強代としてお金を出すのか、もしくは解約するとかね、保険を解約するとか株を解約するとかして、ちょっとまとまったお金を作って、これを何かに生かそうっていう、その何かに生かすっていう何かが目的があるから、それはしたいと思うわけですけど、そういう何かとても神聖な、自分の人生に誇りを持てるような何かをしたいと。で、それをいろんな人と協力しながら作っていきたいっていう風な気持ちになってくるような2ヶ月なんじゃないかなと思いました。そして注意されていることとして言うと、話がとても早いみたいなんですよね、展開が。なので、あまりその早い展開に乗っていかなくちゃっていう形で焦りすぎないでくださいねっていうふうに言われています。実際に自分が動けるスピードって決まってますし、頭ではいろいろ2年後3年後とかって考えても、実際今の現実動けるのはね決まってるっていう感じがあるので、あまりせかされたりとか、いつまでに絶対こうしなきゃいけないみたいな、そういうせかされたりすることは別に気にしなくていいかなっていうのと、ご自身の中でも時間がないみたいな形で急がなくっちゃっていうふうにあんまり思いすぎないでいいです。今この流れてる時間をゆったりと感じてほしいです。喜びも忙しさも含めて、はい、そんな感じですね。10月29日がですね、部分月食ということで、この時またね、意識がものすごく活性しています。まさにこのオラクルで言われているような、誰かと一緒に何かを作っていく、学んでいく、構築していくよっていうのがすごく際立ってますね。ちょっとオラクル見てみますね。戦車ということですごいやる気が出てきそうですね。はい、ワンド4、また出ましたね。ワンド4っていうのは本当にね、いい関係なんですよ。お互いを信頼し合ってる、競争し合ってるとかじゃなくて、信頼し合って豊かなのんびりといい関係を築いてるよっていう感じがあるので、仲間がいるんでしょうね。一緒にやっているね、ここでも協力者いますしね。で、自分だけの1馬力の力じゃなくて、そういったなんか2馬力3馬力の力で進んでいくだけのバイタリティや運がこの2週間はあるよっていうことだと思います。はい、
そんな感じでこの内容を皆さんの生活に当てはめて考えてみてください。ということでここまでにしておこうと思います。次回また11月までに次の動画をアップしたいと思います。ということで何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録コメントで教えていただけると嬉しいです。そしてまた先生術のね質問とかタロットの質問もよろしければお寄せいただければまたそれもまとめてお答えしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。